こんにちは、ビエンです。私は今、宮崎県一人旅を楽しんでおります。2泊3日の宮崎旅行。1日目は西都市の神秘的な神社を参拝したり、日向市の海鮮グルメを堪能したり、世界の果てのような観光スポットを歩いたり、延岡で宮崎名物を堪能しました。2日目は神秘的な絶景巡り、高千穂峡を歩いたり、五ヶ瀬町の秘境スポットを歩いたり、まるで異世界のような観光スポットを歩きました。そして本日3日目は日本で数カ所しかない珍しい色の神社を参拝したり、絶景スポットを発見したり、地元で大人気の回転寿司で爆食いしたり、癖になるラーメンを堪能したり、毎回行きたくなってしまう絶景スポットを訪れたり、最後の最後まで宮崎旅行を堪能しました。ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。チャンネル登録や高評価で応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そのワンタップが励みになるんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。ビエンです。私は今宮崎県延岡市に来ております。で、本日のルートも苦節よと言いますか、この付近に、いくつかですね珍しいビュースポットを見つけましたので、この辺観光してから一気に南下して宮崎市に行って、でお昼ご飯食べてって感じですかね。ちょっとここの移動でどのぐらい時間かかるかちょっと何とも言えないので、ここでお昼ご飯食べたあたりで、帰りの飛行機までの時間と、スケジュール照らし合わせて、行けそうだったらここから、宮崎市の観光スポットとかいくつか、回ってもいいのかなっていうふうに考えております。ということで出発します。しかも今回3日連続晴れなんですよ。最高ですわ。今回の宮崎旅行結構満足度高いね。特に昨日は一日中秘境スポット絶景スポット巡ってますので、まだの方はねぜひそちらもご覧ください。そしてこちらが朝の延岡市街。いやーいいね。この延岡のこの川沿いの雰囲気めっちゃいいわ。素晴らしい朝だ。で交通量もあるっちゃあるんですけど、めっちゃ渋滞するとかはなさそうなんで、割とスイスイ進めます。でこの通りが大手チェーンゾーンか。丸亀製麺、ファミマ、この天領うどんって読むのかな、読み方わかんないんですけど、この天領うどんもちらほらあるんですよ。この辺にチェーン店かな、ご当地チェーン結構見るんだよな。宮崎日向あたりからちょいちょい見るな。宮崎市にもあんのかな。うどんも気になりますけど、ちょっと今日のお昼は営業時間が間に合えばお寿司を食べたいと思います。ということで本日最初の観光スポットは日本でね有数の珍しい色をした鳥居のある神社なんですけど、車で20分くらいですかねの場所にあるみたいです。でちょっと北上して東にそれて、で海岸沿いにあるらしいので早速向かいます。延岡市街を、北に進んで、ちょっとそれるとこんな感じで大自然が広がっております。やっぱこの晴れの日はね、こういう山とか川とか海とかこういうところをドライブするのが最高ですわ。でこのままあれなんですよね、ずーっと北上していくと、大分県で、佐伯市があったりとか、ちなみに佐伯市ね今年も行こうと思ってるんでね、楽しみです。すごい、めっちゃ景色いい。ここ市街地離れてさ10分くらいちょっと運転したらもうこの景色あるってすごいな。かといってさ市街地もいろいろお店あるし、結構住みやすそうだよね。そしてこの海沿い、この212号を進んで、あと4キロほどで目的地だそうです。ここ結構穴場というかドライブコースにもいいかもしれん。観光スポットで調べるっていうよりかもう最近 Google マップで地形を見て、海沿いのこういうところだと景色いいとこあるだろうなとか、川の長さ的にこの辺綺麗かなみたいなので、上流エリア拡大してビュースポットあったらそこ行くみたいなにしてるんですけど、人気の観光スポットだけとかで調べちゃうとABCD って観光スポットが出てきたとして結構難しいんですよね、順番が。同じエリアとか近くにあればいいけど、最初にエリア決めてからどこ行くかの方が、割とね一日は濃厚になりやすかったりしますね。昨日行った高千穂みたいに一箇所にいろんな観光スポットがあるエリアだったらいいんですけど、やっぱああいうとこってほんと珍しいんでね。珍しいのと狭いエリアにいっぱいあるとめっちゃ混むんでね。昨日も木曜日だったんですけど、朝の8時過ぎで第一駐車場が満車とかだったんですよ。高千穂峡とかそういうのはあるんですよね。ご覧の通り、
スイスイです。もう人がいません。車も通っていません。鳥がいます。人がいなくてもって鳥がいる。すごい。俺初めて見た。この歩道にさなんかバス待ってるみたいな感じで鳥が立ってましたね。こういったなんかマイナーなルートでドライブ旅してると、こういうなんか刺激的な時間をね過ごすことができるんですよ。でここでもマジで景色。そしてあと 600m で目的地だそうですが、急に道の雰囲気が変わりましたね。急になんか暗いね。道幅的に、対向車来ても大丈夫そうなのと、来ないでしょっていう。ちょっと怖いぜ。めっちゃ暗いと思ったらさ、俺サングラスしてたわ。ここに止められるのかな。あれ、俺場所間違えたわ。分かった、ここじゃないわ。多分ここじゃなくて、これどうやって戻ろう。やばい、これまさかのめっちゃバックしないといけない。ここだったらいけるか。ここで切り返すしかないか。いけるか。いや、もう山道ドライブしすぎてちょっと無駄に運転技術がアップしたけど、これか。多分ここになんか提灯があるんですよ。提灯になんとか神社って書いてあったんで、ここっぽいんですよね。対向車来ないでしょう、さすがに。言うてここ広いんでちょっと見てみますね。見つけました。これ港神社っていうのかな。港神社。この青い提灯が目印です。ここから先は細いところは何もないっすね。間違って奥進んじゃうといけないっすね。Google マップだと位置があそこになってるんですよ。あそこに見えました、神社。これはなんか意外と知らない人も多そう。一応あれだね、ここ車で通った後あるわ。何これ。これ誰か住んでる？なんか椅子とテーブルがあって、なんかキャンプ場みたいな感じなのかな。おー、すごい。なんかタイムスリップしたみたい。すごい場所に出ました。ここはあれですね、海岸沿いがずっとつながってんだ。いや、この朝の海沿い散歩もいいね。ちょいちょいなんかゴミとかがめっちゃ漂流してるけど。前回前々回と観光した宮崎の雰囲気とはまた違った場所ですね。そして奥に見えてきました青い鳥居と水色の鳥居があります。珍しい。青い鳥居ってなんか日本にあんまないらしいんですよ。多分10個もないのかな、確か。かなりね珍しいらしいんですけど、そのうちの2つが宮崎県にあるんですよ。一昨日も宮崎の日向のもっと手前、もっと南の西都市エリアの、山奥の方行くと神社あるんですけど、そこにも青い鳥居と、あと滝と鳥居があるね珍しい神社なんですけど、そこに行きました。で、今日は山じゃなくて海沿いにある青い鳥居の神社でございます。なんか異様な雰囲気。なんか1000年後の地球みたいな、無人島みたいな雰囲気があります。港神社ってものかな。到着。すごい。なんとも珍しい青色の鳥居。もともとは木の鳥居だったそうです。昭和40年代前半頃に海の安全を守る神様ということで青色の塗料を塗ったことが始まりだそうです。ちなみにここの河口付近は波が荒く、昔から転覆する船も多かったそうです。こんな感じの雰囲気です。一応ね、そこの砂利の坂道は車で通った後あるんで、そこに止められなくはないのかなっていう感じですかね。ただ車がもう3台4台来ちゃったら結構やばそうっすね。すげえ。で、灯台もありますね。こんな感じなんだ。なんか流木とかめっちゃあるわ。すごい神々しい。本日一発目から珍しい景色見れて満足ですわ。いやー、朝の散歩にちょうどよかった。ちょっと遠くから見てもなんかまたいい雰囲気だ。で、まさかのこんな朝早くに人がいました。びっくり。言うて市街地から近いからあれか、知ってる人が来るのか。あれなんかな、キャンプっていうかさ、バーベキューとかで結構人来てんのかね、ここ。なんかちょいちょい物が落ちてるんですよね。ここで出発。ここもなんか海に出られるんだね。この辺に止めてなんか釣りする人とかもいるんですかね。
晴れてるっていうのもあるんですけど、やっぱこうやって初めて来るビュースポットとか観光スポット来るとやっぱテンション上がりますね。やっぱなるべく行ったことない場所を観光した方がやっぱいいね。そう、ここさっき通り過ぎちゃったんですけど、これは延岡市指定有形文化財常夜灯。常夜灯は古くから航海安全祈願や、港の位置を示すために建てられたもので、江戸時代後期に建立されたと伝えられています。江戸時代後期にできたんだね。でこの常夜灯は凝海岸製で地表部の高さが約 5.6 メートルあり、台座には建設時の、関係者が記され、ここに止めてちょっと見てみますかね。なんか有名な場所っぽいな。なんかちらほら人いますね。めっちゃ穴場スポット見つけたぜと思ったけど、普通に有名なエリアかもしれん、この辺。ここからもさっきの灯台と神社がかすかに見えます。そうなんですね。違うんですね。違います。ごめんなさいね。はい。これが常夜灯。こっから海に行けるんだ。すごっ。見てください、この素晴らしい景色。あれ魚じゃない？すごい、こんなさ浅瀬に魚がいます。めっちゃ見えるね、はっきり。天敵いないのかな。なんこれ。これは魚？サメ？なんかすごくない？こんな普通にいるんだね。これは何なんだろう。階段が続いてるってことは遊歩道的な？遊歩道ではないか。いやー、めっちゃいい雰囲気だったね。また一つ良さげな場所を発見してしまいました。すごい鳥。まだいるこいつ。これペットなの？横にさザルみたいなのが置いてあってさ、なんか餌もらってんのかな。何あの鳥。誰かのペットなんかな。全然逃げないしね、車来ても。人慣れしてやがるぜ。いやー、でもすごい景色だね。そしてこの左手の見てください、この雰囲気。めちゃめちゃ綺麗。ここいいね。宮崎県南部の、日南とか串間とか東海岸沿いもめっちゃ景色いいんですよ。今日はちょっと行けないですけど、距離的に延岡から串間はさすがに無理なんですけど、ただ宮崎市の東海岸沿いも結構景色いいので、せっかく晴れましたし時間があればそっちも後ほどドライブしてみようと思いますんで、お楽しみに。やっぱ朝はね、こういうところに限りますね。昨日の朝一はね、高千穂峡を散歩したんでね、あれもあれで贅沢な朝だったね。川島橋渡ります。この川島橋の景色もめちゃめちゃいいのでおすすめです。ここあれですね、車道と別に歩道あるんですね。橋2つあるんだ。車用と歩行者用で。ほんとこの辺景色いいね。次のスポットは次行く場所も初めて行くスポットなんですけど、渓谷ですかね。川の上流の方にあるビュースポットでございます。ここから30キロくらいなので、住所的にはね延岡だったかな。そして241号をまっすぐ進んでいって九州自動車道を経由してからの山道って感じなんですかね。でこれはどっちだ。これは左が日向宮崎で、この高千穂方面に入るそうです。これが分岐右からの2連続分岐ってそわそわするからやめてほしいよね。左行くと佐伯大分で、まっすぐで高千穂熊本でまっすぐ行きます。いや高千穂はね、昨日行ったけどね、もうほんとよかったね。そりゃ混むよっていうね、観光しやすいし道も運転しやすいんですよね。なのにアクセスはいいけどめっちゃ神秘的な雰囲気っていう、結構すごいなあれは。ああいう観光地ってあんま他にないよね。阿蘇もそういう感じかね。南阿蘇の、あの辺のエリアも観光しやすく運転しやすくて、ちょっと歩いたらもう絶景みたいな。だいぶ山の方まで入ってきましたが、あと12キロあるそうです。ただ結構ね、上流エリアまで行くと渓谷があって、ただGoogle マップの口コミ評価数が2件しかないんですよ。2件しかないので、かなり穴場というかマイナーというか、ちょっとね情報量がなさすぎて怖いっすよね。もしかしたら道が通れない可能性もゼロではないんで、ちょっと実際行ってみないと分かんない場所ではあるんですけど、あとは駐車場とか遊歩道の入り口もねちょっとよく分かんないんですよね。
そしてとても眺めのいい川沿いの道に出ました。これは218号だそうです。めっちゃ綺麗。川幅も広いね。でこの218号をずっとまっすぐ行くと高千穂方面なんですけど、今日は、ここで左に入っていくので、ここで方角それるみたいな感じですかね。すごいね。めっちゃ景色。目的地まであと3キロ地点にやってきました。県道20号を進んでおります。でもまだね、普通に街があって栄えてるんで、そんなにまだね秘境感は出てきてないんですけど。で Google マップの場所的にはあと 500m なんですけど、これもなんか駐車場なのかな、なんかありますね。休憩所、これが道の泉か。道の泉北号がこれだ。ただ目の前工事してるから車を止めることができるのかどうか。道の泉だって、ちょっと寄ってみますかね。今のとこ止めて階段下っていくと渓谷みたいになってたわ。すごい急にすごい。この辺が目的地なんですけど、道の泉さっきのとこに止めて歩いていくっぽいですね。渓谷は本当はここに止めたいんですけど、工事の影響ででも看板あるわ。ここっぽいね。ここに止めて、でも階段はないのか。これはビュースポットってことか。ということで到着しました。清流、読めないね。船なんとかトドロ、船方トドロっていうのかな。船方トドロは国道388号線に沿ったなんていうんだろう、この五十鈴川仮川の名所で、ひときわ目を引く奇岩が群れています。1億年前の地層が急流によって浸食されてできたものだそうです。すごいね。いやー、やっぱいいですね、天気がいいと。さっきの海の景色もすごかったですけど、この山川の景色も素晴らしい。1億年前の地層なんだね。確かに宮崎市のさ、青島の鬼の洗濯板みたいなさ感じで、斜めに地層が隆起してるような感じですね。残念ながらここからなんかパッと見なんか階段があってね、下に下っていけそうな雰囲気はあるんですが、ここは、下に降りることはできないですね。上から見るだけ。逆にそんなに歩きたくない人からすればめっちゃいいんじゃないですかね。ってなってくると、やっぱさっきの道の泉、あそこなんか下に階段あったんで、ちょっとあそこから歩いてみますかね。ここの雰囲気めっちゃいいね。岩めっちゃでかい。すごい雰囲気。いやー、空も青いです。よいしょ。ここ止めてみますかね。ということでやってきました、三郷町観光マップ。熊本県にもね、三郷町があるんですけど、字が違いましたね。で、さっき見たのがこれか。ここの渓谷も良さそうだな。で、これは南郷、もっと南の方ってことか。今いるのはここか。今ここにいて、でもこの川沿いを歩くだけでもめちゃめちゃ良さそうだね。あとこの耳川、ここの川沿いもめっちゃ良さそうですね。これは何なんだろう。沿線道路の国道昇格を祝する記念碑。これか。国道昇格記念碑。この辺はあんまりね、虫がいないんでめちゃめちゃ快適だ。すごいね。この階段は大丈夫そうですね。いや、まさにこんなところだったんだ。ここに階段があるの知んなかったわ。これはちょっと実際来てみないと分かんないですね。これはせっかくなので川まで降りてみます。岩でかっ。目の前で見るとすごいね。しかもなんかさ、文字が刻まれてるわ。何これ、シュメール文字みたいな、なんか刻まれてますわ。ちょっと四国を思い出す雰囲気あるね。すごい。なんか自分が小人になったかのような気分になるくらい、なんか全部のサイズ感がすごいわ。いや、ここもあれですね、朝の散歩にもってこいです。心が現れます。めっちゃいい景色。すごい存在感だったので記念撮影しておきます。気温も上がってきて川沿いの観光が楽しい季節になってきました。めっちゃでかいわこれ。いや、この川の雰囲気もめっちゃいいね。今日のスケジュールだとあんまり時間が取れなかったのですが、
五十鈴川の上流エリアを散策するのもめちゃくちゃ楽しそうでしたね。360度美しい風景が広がっております。360度というか、川沿いの景色すごい。この岩と川と、やっぱあそこの岩だけぶっちぎりで大きいね。この橋の雰囲気もめっちゃ神秘的だわ。いやー、やっぱ朝から気分がいいわ。海もいいけど、この川いいね。なんかめっちゃぼーっとできるわ。こういうところでテイクアウトした寿司とか食べたいわ。駐車場の目の前にこの川があるんでいいですね。観光もしやすくてめちゃめちゃいい場所です。ここが一番すごいね。で、道はこんな感じです。で、ここに駐車場と、トイレもあるんでね、トイレが近い人も安心です。で、階段下ってきて、ここがちょっと道滑るぐらいで、そして、海と山の景色をね堪能してからの一気にここから100キロ以上運転して宮崎市に向かいます。そしてお昼ご飯食べようと思います。ということで九州自動車道を通って、一気に宮崎市に向かいます。急にねカーブからの急に分岐、そして左宮崎大分方面行きます。だいぶ南下してきました。で、このまままっすぐ日向宮崎方面行きます。目的地まであと84キロ、まあまあの距離。いや、山々の景色が美しい。で、一昨日は、海沿いですね、下道で北上していって、道の駅日向とかね、その辺も観光してますんで、ぜひまだの方はご覧ください。 ETC 通過します。よいしょ。まだまだ長い道のりだ。パーキングエリアあるけどまだ40キロ先か。で、日向まで13キロで、角まで33キロ、宮崎は83キロでございます。いや、ついに到着。ちょっと休憩しよう。40キロ進んだので、ちょうどね中間地点ですね。60キロほど運転しましたんで休憩させてください。トイレ行きたいのとコーヒー買おうかな。川波、ここがね結構広いんですよね。なんかいろいろ売ってたような気がする。複合施設になっており、飲食店や売店やお土産屋さんなどがありました。いやー、ということでトイレ行ってコーヒー買って、あと美味しそうだったんでブルーベリーヨーグルト。すきっ腹でお寿司食べるとあれだと思うんで乳酸菌摂取しておきます。こういうタイプの飲むヨーグルトなんで、絶対うまいでしょこれ。すごいね。ブルーベリーも、牛乳も宮崎県産ということでいただきます。4種類の乳酸菌と人工甘味料不使用、低温殺菌、健康に良さそうですね。なんか生き返るわ。あと40キロ頑張って運転してお寿司を爆食いするぜ。そして斉藤インター出口で降ります。 ETC いくらなんだい。料金は2010円で宮崎方面行きます。ザ・宮崎みたいな雰囲気になってきたね。いやー、この青空が似合うね。このヤシの木なんだっけ、これヤシの木じゃなくてなんか名前あるんですよね。ヤシの木で通じるとは思うんですけど、なんだっけ名前。フェニックスじゃなくてワシントンヤシだっけ。なんか名前あるんですよね。すごー、南国感あふれるね。今看板動物注意のイラストがさ、クジャクかなんかだったけど、そんなん出るのこんなとこに。めちゃめちゃ混んでる。これ行けるかな。待ち時間エグそうだね。到着しました。寿司トラということでお寿司食べてきます。今回もやってきてしまいました寿司トラ。営業時間はお昼が11時半から最終入店が14時、夜は5時から最終入店が8時でございます。空席があったので1人だったんですけどね、まさかのテーブル席でございます。青森サーモンめっちゃうまそうです。本日のおすすめを中心に気になったお寿司を注文していきます。炙りも種類が豊富でめちゃめちゃうまそうでした。このブリトロもいいですよね。うまそうです。待つこと数分、注文の品が到着。アジとブリトロとトロサーモンとサーモン尽くし。しょっぱなから豪華なラインナップでいただきます。
醤油は2種類あり、甘口と虎紫があります。まずはブリトロからいただきます。激うまです。最高です。やっぱお寿司いいですね。マジで昼の営業時間に間に合ってよかったです。3日連続でね、お寿司食べてるんですけど、全然飽きないです。回転寿司はね、また違いますね。このネギトロも安定のうまさでした。そして味をいただきます。これも肉厚で美味しかったです。からの島味が到着しました。鹿児島県産の島味だそうです。脂が乗っていて最高でした。続いて青森サーモンいただきます。うますぎる。これ後でいけそうだったらおかわりしたいと思います。続いてマダイとウナギの軍艦とホタテを注文しました。そういえばホタテ久々に食べましたね。やっぱ寿司トラ何食べてもうまいっすね。初めて食べましたが、これも美味しかったです。うなぎと海苔の相性が抜群でした。からの回転寿司ではめったに注文しない中トロをいただきます。一昨日のテイクアウトの寿司でトロ食べてからね、ちょっとマグロにハマってきてしまいました。ということでお昼から爆食いできて幸せでした。ごちそうさまです。食べ過ぎちゃってね、一人なのにお会計4500円でした。ということで寿司トラごちそうさま。美味しかったね。めちゃめちゃ混んでますね。めっちゃ安いわけじゃないんですけど、やっぱ混みますよね、こんだけ美味しければ。あと接客がいいね。やっぱサービスのクオリティがめちゃくちゃ高いです。お寿司うまいだけじゃなくて、提供時間も早くてサービスもいいので、これはコスパいいですね。満足度が高くなりますわ。久々に来ましたがやっぱ美味しいですね。ちょっと海沿いドライブをして、宮崎旅行で毎回寄ってるねビュースポットで記念撮影して、青島の参道商店街の近くに温泉とサウナがあるので、最後にサウナと温泉でリフレッシュしてから空港に戻って、で空港で夕ご飯食べて東京に帰ろうかなと思います。素晴らしいプランが完成しました。宮崎空港にあるラーメン屋、辛麺屋さんじゃないんですけど、ラーメン屋なんですけど、で辛麺もあって、そこの辛麺がめっちゃ辛いんですよ。前回注文間違って激辛にされたのか分かんないですけど、めちゃくちゃ辛くて癖になる辛さというか、飛行機のね、上空で腹壊すじゃないかって心配になるくらいちょっと辛いんですよ。でも癖になるっていうので、今回も最後ね空港で辛麺食べようかなと思います。でこれ宮崎道をずっとまっすぐ行くと、海老の都城方面。前回はね小林市と海老野市エリアとで都城とか観光したんですけど、雨だったんですよね。福島行った時は晴れたんですけど、最初の2日間が雨で、でもそれなりにね滝とか行ったんですけど、すごい迫力で、あれはあれで神秘的で良かったんですけど、海老野高原とかはねちょっと晴れの日じゃないとあれなんで、もう一回行きたいですね。そして昨日一昨日観光したね、日向延岡高千穂と違って、こっちはねやっぱ交通量めっちゃ多いんで、宮崎市の移動はね10キロ20キロの移動でも、30分40分かかるかもしんないので、ちょっと難しいですよねスケジュールが。丸宮ストアがあった。昨日延岡の丸宮ストアでトロカツオの刺身買ったんですけど、3割引きで売れ残ってて3割引きになってて300円くらいかな。いっかと思って買ったんですけど、それがまさかの結構うまかったんですよね。売れ残りとは思えないくらいうまくて、宮崎県産のトロカツオあったらねぜひね食べてみてほしいですね。あとは日南の方に行くと、宮崎県の東海岸沿いのもっと南の方に道の駅とレストラン食堂だっけな、カツオの漁獲量日本一だっけ、日本一だったっけ、カツオのあるんですよ有名なところが。そこの刺身定食とかもね1回だけ行ったことあるんですけど、美味しかった気がする。さっき通ったところか。スイスイ楽々一つ葉有料道路。またこれ150円かかるやつね。 Welcome to 宮崎大淀リバーって書いてあった。いいね、開けてて壮大な景色が広がっております。ということで一つ葉有料道路入ります。150円。そう思ったけどさ、前回というか何月だあれ、3月か、福岡県ドライブ旅の時に海沿いでこうやって窓を開けてドライブすると旅してる感が増すみたいな語ってたけど、そういえばそれ以来やってなかったわ。いい季節になったわ。バイクで走ったらめっちゃそうだね。いいねこの風が。右耳だけ涼しい。やばい、これナビの音何も聞こえなかったわ。
危ない危ない。あ、これ出口なの？違う、900メートルか。危な。これまっすぐで800メートル先で左。そしてこの宮崎南バイパスまっすぐ進んでいって南下していきます。いやー、いいですね、この宮崎ならではの景色で。あと何キロか行くと青島ですかね。めちゃめちゃのどかな道だ。すごー。ぼーっと眺めちゃうね、この景色。ここの雰囲気すごいね。山とヤシの木とこのスタジアムと。でこれで左にそれていくんだ。この通り結構渋滞してますね。すごいね、こっちの通りもヤシの木がブワー並んでますね。いやー、マジ天気いいとさ、日南串間も行きたくなるわ。ちょっとあれだね、次宮崎来るときは3泊4日とか4泊5日で来ようかね。3泊4日で、1泊2日ずつで北と南で分けるっていうのも、悪くはないよね。で喋りながらだらだらドライブしていたら、あと1キロで目的地ですね。子どもの国も駅があるんだ。これ電車で駅ですね。子どもの国駅。子どもの国って何があるんだろう。神話のふるさと青島へようこそ。ANA のホテルなんだ。青島温泉。この辺もねリゾートホテルがありますね。青島グランドホテル。びっくりした。なんだおいなんか人が立ってると思ったら急に両手広げて青島ピーって、駐車場の人ね。めっちゃビビったわ今。こっちも駐車場広いね。この辺に止めて歩いていく人が多いかな。でこの左手、これプリン、青島温泉プリンで、これが、神話の湯。ここに温泉とサウナがあるらしくて、で右が、駐車場なんですよね。で後で時間があればここでちょっとサウナ入ろうかなと思います。結構良さそうだったんだよね。でこの時間だったらおそらく空いてるでしょうっていう教えて、そろそろコンビニがなくなりそうなのでこの辺で飲み物を調達しておきますかね。このセブンからさ青島見えるじゃん。すごい。こんなセブンの目の前から青島が見えます。めっちゃいい眺めだ。この橋を渡って神社もギリ見えましたね。めっちゃ神秘的です。そして端っこの方には灯台も見えました。でここから2キロ行くと堀切峠があるので、その辺ドライブしながら、南下していきます。そしてこれを左に入っていくと道の駅フェニックスと堀切峠方面でございます。で堀切峠と道の駅フェニックスは、後ほど寄りますかね。一旦一番遠い場所から一番南にある場所から順番に。これが堀切峠。この道がめっちゃいいんですよ。見てください、この海の景色。遠くの方は若干曇ってるけど素晴らしい水平線が広がっております。これはすごい。でここはねめちゃくちゃ眺めがいいんですけど、観光客くらいしか通んないからかいつもね道は空いてるんですよね。平日っていうのはあるんですけど、すげえ。やっぱ何回見ても感動できるわ。言うてここ通るのは7ヶ月ぶりなので半年空けば全然感動できるね。でこの先にここが道の駅フェニックスでございます。でここはやっぱ人気の道の駅というか人多いですね。混んでますね。駐車場こっちにもあるのか。結構な台数止めれますね。後ほど寄り道します。でここにも地層が隆起してる鬼の洗濯板があります。でここの景色もめっちゃいいんですけど、個人的にはこのもうちょっと先にある、謎のビュースポットというか、特に名前はないんですけどそこの雰囲気が好きなので先にそっちに向かいます。すごいね。ちょっと潮が引いてる時間だからかめっちゃ広く見えます。で行ったことないんですけど、これ左入っていくとなんかあんのかな。港漁港があるのかね。これ左入っていった場所も、雰囲気良さそうだったんですよね。結構空いてるね。意外と空いてるんですよねこっち。このまま日南串間と南下していきたくなるけどさすがに時間がないんでね。でここはいつもだいたい宮崎旅行の時に、2日目か3日目に早起きして朝早くこの道通ってるんですけど、
そうするとね、店とか全くやってないんで、また違った雰囲気ですね。見えてきました。この建物って何なんだろう。お土産屋さんだっけな。いつも朝早くしか来たことないからこのお店入ったことないんですけど、今回はせっかくなんで入ってみますかね。そう、ここに幸せの鐘があって、ここの景色めっちゃいいんですよ。よし、到着。来たー、幸せの鐘。そしてソフトクリームゲットしました。ここはなんかね、ベビー用品店ですね。お土産屋さんじゃなかったっすね。お土産屋さんだと思って入ったらベビー用品店で、ちょっと一瞬気まずかったけどアイスが売っていたので、いやアイス買いに来たんですよ的な感じでね、買いました。そしてこの素晴らしい景色、いややっぱこれ何回見てもいいね。癖になるわ。願い事に合わせて鳴らす回数を変えますと、金運だったら1回で、健康だったら2回みたいな感じですね。なんかわからないけどこの景色癖になるんですよね。外で景色見ながら食べようと思ったんですけど、めっちゃ溶ける。暑すぎて溶けちゃうから中で食べます。いやー、いい眺めだった。ということで美味しいソフトクリームをありがとう。次、道の駅フェニックスに行きます。で、なんかね、上に登ってったところにも展望台がねあるらしいんですよ。いや、こうやって晴れが続いてるとマジで帰りたくなくなるね。そして戻ってきました。道の駅フェニックス見えてきた。とりあえずこの目の前の展望台から景色見ますかね。すごい、なんか団体客で混んでますね。道の駅フェニックスの1階はお土産などが売っております。あとなんだ、これ展望台は中は入れないんだよ。一応この外だったら歩けるっぽいですね。中は入れないけど。お、すごい、こっから行けんだ。すごい、めっちゃ綺麗。上から見るとすごいわ。で、これが展望台ですね。道の駅フェニックスに来るの4回目なんですけど、上に登れるのは初めて知りました。次は道路を渡って展望台から景色を眺めてみます。あっちにもあるんだ。でもあっちだとちょっと遠すぎて見えないか。海沿い行きますかね。あ、こっちって行けんのかな。あ、でもなんか一応道はつながってそう。行けんのかな。やっぱ何回来てもいい景色だね。こっからも下っていけるっぽいですね。どこに繋がってんだろう。見てください、この素晴らしい景色。この階段は海岸まで降りられます。50メートル260段。ちょっと行ってみますか。食後の運動がてら体力に自信のない方はご注意ください。なんかさ、蜂のマークない？蜂に注意ってこと？スズメバチ出没注意。怖いですね。こんな狭いところで出没されたらちょっともう無理ですよ。この5月に出ないでしょう。自撮り棒ブロックで行くか。最悪来たらもうこれでホームランするしかない。何の音？ 5 月って何してんの？蜂。なんか落石注意とスズメバチ注意と、確かにこのなんかさ、根っこの方とかになんか地面に巣つくんだよね、スズメバチって。あれだな、結構階段降りてくね。てか落石してる。怖っ。遊歩道で落石は初めて見たわ。怖いぞこれは。崖崩れみたいになってるわ。すごい。ここは崩れちゃったのかね。道の駅フェニックスからこんな道あったんだね。ここにもあります。スズメバチが一番嫌だね。5月はいない。うわ、やばい、めっちゃ蚊いる。やばい。全然逃げないし、しかも。やばい。やばい、待って、めっちゃいる。結構本気で振り回したわ、今。めっちゃいたわ。結構距離あるんで、これどっかで蜂と遭遇したらもう逃げようがないね。
道の駅フェニックスはかなり混んでいましたが、ここまで降りてくる人は一人もいません。あ、いた。嘘でした。何人かいました。疲れた。おお、こんな感じなんだね。すごい。まあでもあれですね、苦労して下ってきたけど、普通に上から見た景色が一番綺麗だったわ。戻りますか。めっちゃ苦労したけど、めちゃめちゃ苦労したけど、一瞬で観光終わるっていう。もう途中の道がマジでやばいんだよね。あ、でもなんかいるわ、スズメバチみたいな。あれはスズメバチじゃなくて普通のなんかアシナガバチいますね。しかもさ、服がさ、お近づいてきた。やばいやばいやばい。で、ここにもめっちゃいるんですよ。やばいやばい、ちょっと走ってこう。追っかけてきた。やばい。自撮り棒も黒いし、カメラも黒いし、サングラスも黒くて、服も黒いからやばいね。カバンも黒いし、で靴も黒い。ズボン以外全部黒。ということで、道の駅フェニックスでした。いや、暑いね。階段、最後階段走って登ったんでね、もう1分も走ってないけど、運動量でこんな汗かくんだね。でもなんかめっちゃ目覚めた。そして、この堀切峠を経由して、温泉サウナに入ってリフレッシュします。堀切峠も久々に見とこうかな。てか堀切峠歩くのは2年ぶりくらいかもしれない。いやー、すごいね。電柱みたいなやつ何なんだろう。これは一体何なんだ。このさ、電柱の上にさ、鳥の巣できてるわ。いやー、すごい道だね。ちょっと日が隠れてしまいましたが、ちょっと逆にこの風が涼しくてめちゃくちゃ過ごしやすいわ。めっちゃいい今の気温。日南海岸国定公園堀切峠。そして見えてきました、温泉。天然美肌アルカリ温泉。温泉利用の方は最初の180分無料ということで、リフレッシュしてきます。ということで、サウナと温泉入ってきました。いや、よかったね。温泉がね、ぬるぬる系でめちゃくちゃ良かったのと、でサウナもね、程いい暑さでしっかり汗かけました。で水風呂はちょっとねぬるめだったんで、20なんか体感20度くらいに感じたかな。水風呂はちょっとぬるかったんですが、でもなんか逆にそれが心地いいというかね、良かったね。これ右入っていくと青島なんですけど、青島見る時間がちょっとないので、このままレンタカー返却しに行きます。で、宮崎空港で辛麺食べて東京に帰りますかね。旅も終盤となってしまいました。いやっぱ宮崎といえばこの道だね。南国感あふれるこの道の景色を目に焼き付けてから東京に帰ります。ありがとう。いやめっちゃいい気分。なんか幸福度が高いわ今。これはもう飛行機で爆睡ですね。そしてタイムズカー見えてきました。ありがとうヤリスクロス。やっぱヤリスクロス運転しやすいね。九州だったらね、そんなに道も狭くないんでね。今回の2泊3日の宮崎旅行、走行距離は 521km でした。宮崎空港に入ると高千穂峡のフォトスポット的なのがありました。そしてお目当てのお店はこちら。ここの辛麺がね、癖になるんですよね。待つこと数分、やってきました。相変わらず辛そうです。メニューだと辛麺が2つあって、これよりさらに辛そうな辛麺というのもあります。しかしこれでも十分辛いです。途中からね、結構汗をかくほどの辛さでしたが、最後まで美味しかったです。最後にナッシー眺めてお土産見て帰ります。こうやって見るとほんとでかいですよね。ちなみに今回買ったお土産はこちら、まさかの辛麺。
ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録高評価お願いします。